最近気づいたんですけど、1年半くらい YouTube やってきて動画を100本以上投稿してたんですよね。思えば遠くへ来たもんだってな感じですね。その中でも一番再生された動画、横動画の方なんですけど、何かというとサントス・ド・カルティエを紹介したものなんですよね。それ見返そうと思ったんですが、初期の動画ってクオリティがあれなんで、なかなかの気恥ずかしさで直視できなかったんですけどね。で、今回なんですけど、人気者にあやかりたいっていう下心も若干ありつつ、正直そこで語りきれなくて不完全燃焼だったこともあるんで、改めてサントスの魅力について語り尽くしていきたいと思います。なんですが、スペックについては数字を見てもらえればわかりますし、前回も話しているので、特にデザインについて触れていきたいと思います。サントス自体が2018年に登場したモデルで、もう6年経っていて今更感もありますが、私も結構使ってみた結果、今だからこそ発信できる要素があると信じてやっていきますので、よかったらお付き合いください。それでサントスの特徴みたいな話を最初にしたいんですが、私が思うサントスの一番の特徴って何かというと、時代に合わせてめちゃくちゃ進化しているモデルだっていうことなんですよね。そもそもサントスのルーツっていろいろな説がありますけど、世界初の男性用腕時計とも言われているじゃないですか。当初から最先端なんですよね、サントスは。で、サントスの歴史を振り返ってみると、例えば1978年にはサントスといえばみたいなブレスレットのモデルが誕生しましたけど、それも当時ロイヤルオークとかノーチラスをはじめとしたラグスポの流れがあったからなんですよね。あとは最近のモデルだと、2004年に誕生したサントス100っていうモデルはデカーツブームの時だったので巨大なんですよね。っていう感じで、サントスはいつも時代に合わせた姿に変身していってるんですね。それがサントス流と言えるかもしれませんね。じゃあそれを踏まえて現行のサントスはどうなのかというとですね、完全にラグスポの流れを組んだデザインになっていますね。で、これが結論と言いますか、今回の動画で一番言いたいことなんですけど、サントスに現代のラグスポ的要素が加わって超絶良デザインになったってことなんですよね。もうね、デザインがいい。で、こんなこと言うと、いやジュエリーブランドのファッション時計でしょみたいに思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、いやそんなことはないですと言いたいですね。カルティエ自社の工房でいろいろ作っちゃってますから、変な話超絶マニュファクチュールなんですよね。しかもそれによって以前と比べてクオリティがめちゃくちゃ上がってますから、もう時計専業ブランドと比べても全く引けを取らない感じになってるんですよね。そういうわけで、これはカルティエだけではないですが、ラグスポブームを経てデザインとケースの質がめちゃくちゃ良くなりましたよねってことを言いたいんです。散々デザインがいいとか言ってきましたけど、実際どの辺がいいのかっていうのをここから話していきたいと思います。で、いろいろ注目ポイントはあるんですが、まずはモデルチェンジした中で最大の変化といっても過言ではないところに触れていきましょうか。それはですね、ベゼルが上下に伸びたことなんですよね。これがね、めちゃくちゃいい。何がこんなにいいと言わしめてるのかってことなんですけど、ケースとブレスレットの一体感が出ているからなんですよね。ベゼルが伸びたことでブレスレットとベゼルが一つながりのように見えますし、特にビスモチーフの意匠があるのでつながっている感をより強く感じますね。これってすごくラグスポ的なデザインで、よくラグスポ用語としてブレスレット一体型のデザインという言葉が使われますよね。サントスはそれをこのベゼルで表現しているっていうのが面白い。これが本当にすごいと思うんですが、そういうラグスポ的要素を既存のサントスのデザインの中に上手に落とし込んでいますよね。なんとなくですが、1978年にこのブレスレットが生まれた時からこのベゼルデザインが予見されていたかのような感覚にさえなりますね。ある意味40年の時を経て完成したようにも思います。それで次にこのベゼルの変化に関して、なんでこんなにもサントスのデザインにフィットしたのかってことなんですけど、私が思うにですけど、曲線を多用しているデザインにあると思うんですよね。サントスってそもそもベースのフォルムは四角じゃないですか。四角なんですけど角が取れていてちょこっと丸いところもあるんですよね。っていうのがこれまでのサントスだったんですが、現行のサントスはですね、より流麗なフォルムになっていますね。この流麗なフォルムっていうのが重要で、例えば全体的なフォルムっていうところで言えば腕に沿うように湾曲していまして、これはつけ心地が良くなるのはもちろんなんですが、より丸みとか柔らかな感じが強調されているように思います。それからラグ周りのところなんですけども、ここも曲線が使われていて躍動感を感じるデザインになっているなって感じるんですね。
私は特にこのラグ周りが好きですね。まあそれはいいんですけど、ケースとかラグ周りの曲線とかそういったところと上下に伸びたベゼル、これが合わさってケースからブレスレットへの流れるようなデザイン、そして一体感を作り出しているんですよね。いやーいいですね。このデザインたまんねーってな具合でラグスポ的な進化を遂げていったということですね。それからこの部分の良さっていうのが他にもありまして、これもラグスポに通ずるところですが、やっぱり仕上げなんですよね。ポリッシュとサテンの切り替えになっていまして、ここも要チェックポイントですよね。この仕上げによって立体感が出ますし、見た目にも単調にさせていないっていうのが大きいと思いますね。ラグスポ全般に言えると思うんですが、こういう仕上げのおかげでかなり高級感のあるケースになっていますよね。ケースに関しては一昔前より良くなったってよく聞きますが、それを強く感じます。それからこのケースの仕上げについてもう少し。さっきの話の続きで単調にさせてないっていう部分で、ダイヤル周りですね。ここに注目したいんですが、ダイヤルがあってベゼルがあってケースがあってっていう具合ですけど、ここがですね単調にさせてないっていうのがすごくポイントだと思っていて、ケースの仕上げに違いがあることでベゼルからケースサイドにかけて凝縮感があって間延びしてないんですよね。さらにビスモチーフのデザインが効いているベゼルと相まってケース全体にいいリズムが生まれているように感じます。まあ正直今の私の話よくわからねえよって思われたんじゃないかと予想してますが、何が言いたいかというとですね、例えばサンテソ MM のケースサイズって 35.1×41.9mm ですけど、これってラウンド型の時計に換算すると 39mm らしいです。39mm っていうと最近では普通のサイズ感だと思いますが、私みたいな小さいサイズ好きからしたら少し大きめなんですよね。ところがサントスはそこまでの存在感を感じさせないんですよね。それはなぜかっていうと、ダイヤルが小さいからなんですね。これの逆をやっているのが IWC のポルトギーゼで、あの時計はベゼルがめちゃくちゃ薄いのでサイズ以上の存在感がありますよね。で、サントスのダイヤルが小さいからコンパクトに感じるってことなんですけど、ただダイヤルを小さくするだけだと全体のバランスが悪くなってしまうわけですよ。コンパクトなダイヤルにでかいケースっておかしいですよね。ところがサントスを見るとですね、ベゼルとケースのデザインによってケースの幅を広く感じさせていないんですよね。間延びさせていないとも言えますが、このコンパクト感がすごくいいですね。ただあんまりごちゃごちゃしすぎても安っぽくなってしまうんですが、そこはカルティエの伝統がなせる技と言いましょうか。一見ゴテゴテしたビスモチーフさえも上品なものに昇華してしまってますよね。つまりですね、ラグスポ的な仕上げなどによって非常に上品でコンパクトな時計になっているってことを言いたいんです。はい。それから上品に見えるといえば、やっぱりカルティエらしさあふれるローマ数字のインデックスですね。これがあるから全体の雰囲気がうまくまとまっているように思います。ちなみになんですけど、サントスのダイヤルといえばいよいよカラーバリエーションが豊富になってきまして、今年の新作ではブラウンまで登場する始末で、完全にカルティエを代表するモデルになってきたなっていう印象なんですが、その中でも特に私が推したい色はですね、白なんですよね。というのも、さっきのケースの仕上げの違いっていうのがありましたけど、仕上げによってケースの色味の違いも出るじゃないですか。私は白ダイヤルとケースのステンレスの色味のアンサンブルがとても好きなんですよね。クリーンで上品な印象になっているところがすごく好きですね。いや、もちろん好みの問題なので他の色もいいと思いますよ。はい。それでここまでいろいろ話してきましたけれども、最後によもやま話をしたいんですけれども、このサントスのケース、この角度から見た時のこのフォルム、微妙に角が取れた四角い形状のことなんですけど、すごい既視感があるんですよね。あるんですが、それが何なのかわからない。最初クッキーかなーなんて思ったんですが、ピンとこなくて、それでいろいろ悩んで考えて、これかなっていうのがありまして、スーパーマリオにこういうブロックあるじゃないですか。これって下から叩くとくるくる回りますよね。このくるくるのこの角度、この感じがケースのフォルムに似てると思うんですけど、それが言いたかっただけですはい。ということで、サントスのデザインについて語ってみましたけれども、いかがだったでしょうか。私としてはこれきっかけでサントスに興味を持ってくれる方が増えたら嬉しいですね。とにかくいいデザインだと思うので、ぜひ一度お手に取ってじっくり見ていただきたいですね。はい。それでは今日はこの辺で、僕から以上。いやー、久しぶりにまともに時計について語る動画を作ってしまいましたね。と
ところでちょうど今パリオリンピックやってますけど、そうなってくるとオメガが気になっちゃいますよね。パリオリンピックモデルもいくつか出ましたけど、スピードマスタークロノスコープがなかなか良さげですね。特別モデルって奇抜な色のものが多い印象ですが、意外と無難にまとめていていい色だなと思いましたね。ダイヤルのごちゃごちゃ感も好きなやつですね。そんな感じです。はい、それでは。